ベトナムダナンであったタクシー詐欺についてお話しします。僕たちはベトナムのダナンに旅行に来ていました。目的地はここ、バナヒルズ。空港から車で約40分のところにあるケーブルカー乗り場へ向かいます。そのため、空港周辺でタクシーを探していると、めちゃくちゃタクシーの客引きに遭います。なのでベトナム名物、値段交渉をしてみましたが、40万ドンを下回ることはありませんでした。そこでタクシー配車アプリのグラブを使うことになり、客引きの少ないエリアへ。なんと、27万ドンのタクシーを見つけました。すると、そこへ一人の青年が近づいてきて、グラブと同じ値段で乗せてくれると言います。少し不思議に思ったので、いろいろ聞いてみることに。4人で27万ドンであること。27万ドンに全ての料金が含まれていること。税金などがかからないこと。片道の依頼であり、往復ではないこと。目的地の再確認。OK、イエスイエス、というので、このタクシーにお願いすることに。走行中も、翻訳アプリを使って会話しようとしてくれたり、後日ダナン市内をガイドしてもらう約束や、WhatsApp というチャットアプリを交換しよう、といった話をしていました。そして目的地のサンワールドバナヒルズに到着。すると運転手が、40万ドンね、というのです。当然理解できなかったので、なんでと聞きます。すると運転手は、タクシー代が27万ドン。13万ドンはエアポートフィーやで。なんだそれはと思い、聞いてみると、僕が空港まで戻るためのお金やで。聞いてもわからず、話し合うこと5分。全く拉致が開きませんでした。そこで、ケーブルカー乗り場のスタッフに事情を説明すると、僕たちの荷物を持って2階のフロントまで連れて行ってくれました。スタッフにエアポートフィーについて聞いてみると、本当にあるということがわかりました。エアポートフィーについて簡潔にまとめると、エアポートフィーは本当にある。空港に入る際にかかる費用である。価格は1万ドンである。グラブの表示料金にはこの1万ドンは含まれていないので注意が必要である。これは別日に利用したグラブの明細です。このトールというのがエアポートフィーのことで、価格はこの通り1万ドンです。運転手は13倍取ろうとしていたということになります。そして、詐欺タクシーについてスタッフに相談していると、なんと、運転手が2階まで追いかけてきたのです。そして、スタッフが通訳する形になり、13万ドンのことを事前に言った、言ってないを話し合うこと15分以上。諦めて帰っていきました。これだけ確認したので、しつこく粘りました。空港に戻るためにグラブを利用した際、なかなかタクシーが来ず待ちあぐねていると、一人の男がやってきて、俺がそのグラブ運転手に電話してあげるよと言ってきました。あ、これグラブで呼んだタクシーに勝手にキャンセルの電話をして自分の詐欺タクシーに乗せようとするやつだ。実は、詐欺タクシーに会った後、ベトナムの詐欺タクシーについて調べていました。ベトナムでタクシーに乗る際は、最低限これだけは注意するといいと思います。ちなみに、バナヒルズはすごい楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。